ジーザス。皆さんこんばんは、田上ルナです。今夜中の2時なんですけど、こんな夜中からみんなと語りたいなと思って動画を回しております。さっきまで彼氏と会ってて、で夜ご飯を一緒に食べに行ったのね。で、ルノはまだ一緒にいたかったけど、まあ明日早いしと思ってちょっと遠慮して、今日は帰ろうみたいな感じになって帰ったのね。せめてちょっと電話したいなと思って電話したの、さっき。やっぱもう疲れてるし、明日朝早いから寝るねみたいな感じですぐ聞いたんですよ。でもみたいな、もうちょっと話したいっていう感じで言ったら、ごめんみたいな、もう寝ないとって感じで電話を切ったんですよね。分かってるんだけど切らないといけないし、やっぱね、しんどいじゃん。明日朝早いのにずっとこの夜中の2時とか3時まで電話して。だからわがままだって分かってるんですけど、今日がいいのよ。今喋りたいのよ。なんか今がいいの。なんかそういうそういう時ってないですか皆さん。もう今がいい。今会いたいの。今電話したい、今話したいし、今会いたいみたいな時ないですか？でもその後にいつもその電話を切る時とか、まあ帰り際とかにめっちゃ悲しそうだから、かわいそうだからって言って LINE でそのメッセージ送ってくれるんですよね。わざわざ。いや、そういうこと、なんかこう帰りたいとかじゃなくて、本当はずっと一緒にいたいけど、また今度何日で会おうねっていうか、なんかそういうちょっとした LINE をくれるんですけど、優しいし、そういうことをさらっとこう言ってくれるとこが好きなんですよね。なんかそれで優しいみたいなって感じで幸せを感じて、それをみんなにシェアしたいなと思って動画を撮りました。例えば明日遊ぶ約束してて、で今日も会いたいみたいな、彼氏と。で今日がいいの。明日会うけど今日がいいの。今日会いたいの。何かわかんないけどっていう日あるじゃないですか。それって彼氏に通用しなくない？今日がいいのみたいな。で、前なんか友達の話なんですけど、これは彼氏の方が遊びに行ってたので、なんか夜中まで遊びに行ってて、で彼女がいきなり電話をして、なんか今から会いたいみたいな、会いに来てくれないみたいな感じで言ったのね。じゃあ彼氏が、いや今遊んでるから無理みたいな、で今日は無理みたいな言われたらしいんですよね。でその男の子は、いつでも会えるからいいじゃんみたいな、でこの前も会ったじゃん、何日前も会ったじゃんみたいなこと言われたらしいんですよ。で女の子がそれで、いやだけど今会いたいのみたいな感じで喧嘩になったっていう話があるんですけど、なんかその気持ち、まあね、どっちもわからなくもないというか、わかるんだけど、でもレノは女の子の気持ちめちゃめちゃわかんの。やっぱりいくら3日前に会ってても、明日会うでも何日後に会うでも、今会いたいんですよ。今会いたいから今会いたいのっていう、その気持ちめっちゃわかるの。でも男の子からしたらなんで怒るのかわかんないし、なんで怒られてるかわかんない。いいじゃん会うから。違うのよ。今会いてえのよ。お前に今会いてえの、こっちは。わからないかもしれない。そういう感情にならないかもしれない、男の子は。なんだけど、理解してくださいよ、ちょっとは。それで、いいじゃん別にとか、そういう言葉が一番ダメ。会いたいよね、俺も会いたいけど、我慢しようね、みたいな。とか、なんかそういうこと言わないわけみたいな感じで思って、それってさ、その私たちがわがまますぎるのかなとか思ったんだけど、どうみんなはどうですか？だけどなんかレナは改めてなんか幸せ者だなというか、そういう感じで思いました。まあ、彼氏もそうだし、友達も恵まれてるし、こうやってなんか見てくれるレナのことをずっと見てくれる子もいるし、家族もいるし、おばあちゃんもおじいちゃんもいるし、手も足も鼻も口も全部あるし、健康だし、顔も可愛いし
こんなに恵まれてるっていうか幸せなのに、これ以上何を望むのって思うんですよね、たまに。でもね、高望みしていかないとダメなの、人生っていうのは。このままでとどまってはダメ。顔が可愛いからこのままでいいやじゃダメなんですよ。やっぱもっと可愛くなりたい、もっと綺麗になりたいっていうその欲望がないとね、全てはダメなの。私の環境だとか、周りにいてくれて支えてくれる人たちとかに感謝をして、恩返しをしながら生きていかないといけないと思うんですよ。なんかそれをふと思って、私幸せだなみたいなことを身に染みて感じたわけね。あるのは前の動画で言ったと思うんだけど、友達があんまり多い方ではなくて、なんかこう相談する人とかも限られてるし、そういうのはほぼ彼氏に言うんですよね。なんか相談というか、なんか聞いてほしいこととかも全部彼氏に言うんですよ。なんか彼氏に言えないっていうか、彼氏にも言いたくない、誰にも言いたくないってことあるじゃない。自分の悩みとかなんかわからないけど、そういうので。そういう時は、日記に書いたりもそうだけど、それでもなんか、どこかにぶつけたいっていう時はもう自分にぶつけるしかないんですよね。だから、例えばこうやって動画を撮って話すのも、ルナは一つの発散方法だと思ってるの。とか、もうめちゃめちゃ泣くんですけど、一人で。そう。それが発散方法で疲れて寝るみたいな感じ。なんだけど、辛くてそうなる時もあるし、逆に幸せすぎてそうなる時もあるんですよ。泣いちゃうっていうか、ポロ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 って感じになっちゃう時もあって、今は幸せでポロ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 になりそうという感じです。まず何があってって話なんだけど、なんか恵まれてるなっていう風にふと思ったのね、今さっき。彼氏も含め友達とか親とか、ルナの周りの人はルナにすごい大きな愛とかをくれるんですよね。それを返せてるのかなみたいなことも気になったりして、私はまだちょっと考えが子供だからかもしれないんだけど、何事にもやっぱ見返りを求めちゃって、こうしたからこうしてよみたいな。そうだからといってそれが悪いとか言ってるわけじゃなくて、変えたいとかなんかそういうことでもなくて、そう思っちゃうのはもう私のそれは性格だからしょうがないことだとは思うんですよ。だからこそ、見返りを求めずに私に良くしてくれたりとか、こう大きな愛を注いでくれる人っていうのは本当にルナにとってはめっちゃ貴重で、本当にすごいなって思うの。普通見返りを求めちゃうよね。でもやっぱその相手がそうしてくれることによってルナもその人のために何かしてあげたいとか、なんかそういう気持ちはちょこちょこ出てくるわけですよ。それは見返りを求めずにね。求めずに、例えばね、その人がこのなんか好きなフルーツがあるみたいな。でもそのフルーツが普通のスーパーに売ってなくて、なんか車で2時間かけて行かないとそのフルーツがないみたいな。なんかそれもその人のために買いに行きたくなるというか、なんか普通の人だったらめんどくさいからそんな行かないじゃないですか。だけどそうやって普段からしてくれたりとかする人には、ルナも遠くのフルーツでも何でもしてあげたいと思うし、なんかそういうなんかお金で買えるものだけじゃなくて、その子が弱ってたりとか落ち込んでたりとかしたら一緒に悲しんであげたりとか、話を聞いてあげたりとか、なんかその子が喜んでたら一緒に喜んであげたりとかなんかしてあげたいなと思うんですよね。自然となんかそう自分がそうされたら今悲しいからこうなってるわけじゃなくて嬉しい
幸せの涙ですよ。幸せだからこうなってる。幸せの悩みなんだよ、こういうのは。ルナはこの家庭に生まれてきて、頼めるなになれて、今の彼氏と付き合えて、信用できる友達ができて嬉しいし、ルナでよかったなって思います。頼めるなで生まれてきてよかったなって思う。だってルナなんて最近悩んでることは顎が少し出てることですよ。顎が少し出てるくない？でも悩みなんですよ、それが。そう、だから、それを改善したいから、なんかどうしようかな、みたいな、ここになんかやろうかな、というふうに、そういうのも思ったりとかもするんだけど、皆さん、自由に生きましょうね。自由に生きて、いろんなことして、人生はゲーム、みたいな感じで、やってみよう。ゲームオーバーになるまで、頑張ろう。死ぬこと以外、かすり傷とかそういうことですよ。本当に。彼氏と別れても死なないし、仕事を辞めても死なないし、借金しても死ぬわけじゃないし、服がたくさん買えなくても死ぬわけじゃない。受験にたとえ失敗したとしても死ぬわけじゃないんですよ。人生には絶対に全部に意味があると思うから、たとえ今、なんかそういう受験に失敗したとかなったとしても、それがあなたの生きる道なの。だから、受験に失敗したから、また再受験する。来年再受験するとか、他の大学に行くとか、いろんな道があると思うんだけど、それを選択するのは全部あなたなの。だからそれで、大学受験失敗したか、第一志望じゃなくて第二志望に行きました。そこでめちゃめちゃいいことがあるかもしれない。そうやって選択して導かれていくのよ。だから全てに意味があるので、この動画を見たみんなにも、そのご縁というか、なんか、そういう出会うべくして出会ったという感じだと思うから、やっぱそういうスピを信じる、そういうスピ系は結構、こういうマインドの時は、幸せマインドの時は信じます。病んでる時はもうマジで信じないし、何言ってんのって感じなんですけど、今は信じる。ジーザス。ルナがその悩みがあって、彼氏に相談した時に、俺も、みんなも、ルナちゃんのことが大好きだから、そう、なんかあったり言っていいし、みんなも別にそんな嫌がらないと思うし、それ言われたことによって。だから、大丈夫だよ。少なくとも俺がいるよ、みたいな感じで言ってくれたんですよ。なんて優しいの。と思って、もう歌詞でさ、なんかもし世界中が敵になったとしても俺だけはお前の味方でいるよみたいな、そういう熱い系の歌詞があるじゃないですか。それを思い出して、いや、なんか本当にそういうことを言ってくれる人っているんだって思いました。いや、本当に、でも、カップルの全彼氏彼女はそう思ってると思う。世界中が敵になっても、私だけは、お前の味方だよ、みたいな。心強いし、頑張ろうと思いました。その言葉を聞いて。なんかで見たんだけど、なんかリューチェルの名言って言葉で、素直にならないと素直な子に取られちゃうよっていう言葉があるんだけど、いや、本当にその通りじゃない？素直になんないといけないの。変なプライドとか、そういうのは、ある程度大事だと思うんですけど、やっぱ素直な子がね、一番いいと思う。素直が大事だから、なんかそういう優しい言葉を言えるのもさ、めっちゃ素直な人しか言えないというか、なんか恥ずかしくて言えなかったりとか、思ってるけど言葉にできなかったりとかするじゃん。だけど、そういうのを言える関係っていうのはめちゃめちゃいいよね。やっぱ関係性ができちゃうと、友達でも彼氏でも、やっぱなかなかこう、大好きだよとか、なんか言いづらくなっちゃうっていうのはあると思うんですよね。
だから、ルナは愛を届けたい。みんなに。愛を届けたいし、もし落ち込んでる人とか、救いに少しでもなりたいと思うの。で、みんなとも友達にすらなれたら一番いいけど、全員と友達になることは難しい。なかなか。ね。リアルな世界というか、会えるわけじゃないから。だからせめて、こういう YouTube とか動画とか、インスタとかで仲良くなって、ルナのことを知ってもらって、少しでも元気になってもらいたいっていうのが、本質。なんかもう、本当の気持ちなんですよ。そう。何が言いたい動画なんですかって言われたら、ちょっとわからないです。なんだけど、幸せになろうぜ、一緒に。みんなで幸せになりたい。その幸せの形は人それぞれ違っていいと思うんですよ。仕事が成功するのが幸せなのか、恋愛で成功するのが幸せなのか、家庭を持つのが幸せなのか、人それぞれあります。でもあなたなりの幸せを見つけて、幸せになろう。ルナは今が一番幸せ。これからも幸せを更新していきたいと思います。はーい。じゃあ、ちょっとね、ハッピーな気分で今日は寝たいと思います。みんな、こんな、なんか変な大会に付き合ってくれてありがとう。じゃあまた、会おうね。もう4時になりました。バイバーイ。おやすみー。